こんにちは、レイムです。おっす、マリサだぜ。お母さん、ホンダの新型車情報が止まりません。なんだ、呼び間違った小学生か？ホンダだけじゃなく、ヤマハや川崎もめっちゃ新型発表してるけどな。で、今回はどんなバイクに首ったけなんだ？大型クルーザーモデル、レブル1100にメロメロです。この新型バイクについて知りたいです。打点承知の助だ。国内ではレブル250が、2018-2019年の 250cc クラス販売台数で2年連続1位となっている。さて、条件はどんな仕様なのでしょうか？楽しみです。今回の情報の詳細は、ホンダアメリカ、カナダ、欧州からの参照だぜ。動画作成時点では、国内仕様についての情報も未発表だぜ。そこんとこ、よろしくな。では、ゆっくりしていってね。じゃ、仕様の解説からいくぜ。まずはエンジンだ。排気量は名前の通り 1100cc、じゃなくて 1084cc だな。アフリカツインのエンジンをクルーザー用に再セッティングして搭載してる。最高出力は87馬力 7000rpm、トルクは 9.9kgm。アフリカツインは95馬力 7500rpm、トルクは 10.1kgm だな。パワーの発生回転数を少し落として、低回転での操作性を重視してるんですね。燃料タンク容量はどれぐらいですか？ 13.6 リッターだ。燃費は WMTC モード値で、DCT が 18.86kg、MT が 20.40kg。航続距離は、DCT が 256.49km、MT は 227.44km になる。クルーザーとしては、ちょっと少ない気がしますね。あ、見て見て。エンジンにあれがないよ。顔みたいなのがないわよ。ほんとだ。レベル250と500のエンジンにはあったんだけどな。ちなみにあれは塗装でなく切削でした。皆さん、情報ありがとうございます。で、エンジン仕様だが、カタログ上ではアフリカツインとレベルでは仕様が違ってる。レベルの方がストロークは 0.1 ミリ、排気量は 2cc 大きくなってる。誤差かな？変速装置は DCT と MT が選べる。DCT 一択にして、さらにリーズナブルにしてもらってもいいのにね。エンジンを強用した時点でコスト削減になるし、ミッション需要の取りこぼしの方があるから、それはないと思う。お次は電子制御だぜ。スロットルバイワイヤーを採用し、ライディングモード選択が可能だ。モードはスタンダードレインスポーツの3種。アシスト機能は ABS、トラクションコントロール。エンジンブレーキコントロール、ウェリーコントロールが備わってる。もちろんクルーズコントロールも搭載してるぜ。アメリカンタイプのクルーザーにも、電子制御がモリモリの時代になったんですね。エンジン周りがアフリカツインと共用だからな。なんで、電子制御もほぼ一緒だな。お次はスタイリングだ。どこから見てもレベルですね。3兄弟でここまで似ている車種も、最近は珍しいです。丸めのヘッドライトはロービーム2灯と、ハイビーム2灯が内蔵された LED ライト。メーターは丸型で、反転液晶メーター。ギアポジ、燃料残量計、トラクションコントロール情報、時計などを表示する。シート高は 700mm だから、足つきは問題ないですね。燃料タンクはフランジレスになってる。フランジレス？タンクの形状からはみ出すような、出っ張り部分がないってことだな。タンクの端にビラビラがなく、プルッとしてる。シート下には USB Type-C の電源ソケット、容量3リッターの収納スペースがある。ここに ETC やドラレコのユニットを設置できそうですね。リアシートは外せるのでシングルシート仕様にできる。スイングアームマウントフェンダーに改造したらかっこよさそう。写真を見てて気づいたのですが、アメリカン御用達のでっかいフットボードはついてないんですね。そうだな。でもそのおかげでバンク角を稼いでいるんだ。タイヤサイズは前18インチ後ろ16インチで、ホイールは鋳造アルミだ。250や500とのホイールとは、若干デザインは異なりますね。マフラーですが、もう少し直線基調でシュッとしてて欲しかったです。交換前提かな？お次はアクセサリーだ。アクセサリー装備車は、ストリート、ツアーの2種類がある。ライトカウル、フロントフェンダー、シート色に違いがあるな。定番の後部座席用のバックレストや、サドルバックのオプションもあるぜ。最後は、レベル1100のアピールポイントとなる価格だ。米国発表時の価格は、MT 仕様が9299ドル、日本円で約97万2000円。DCT 仕様が9999ドル、日本円で約104万5000円だ。この値段設定はとても魅力的ですね。発表時も、リーズナブルな価格設定をアピールしてた。これも特徴の一つだな。レベル1100の仕様が分かったところで、ホンダのクルーザモデルの歴史について、ちょいと語ってみるぜ。はいお母さん。
ホンダはこれまでにたくさんのクルーザーモデルを販売してきた。どんなクルーザーがあったの？ NM4 とか、VT1300 シリーズ、DN01 とかな。結構個性的なバイクを出してますね。だな。これらは一部のファンには大人気だったが、CBR や CB のようにシリーズ化されることはなく、消えていったモデルだな。2020年の日本で、ホンダがラインナップしているクルーザーは、ゴールドウィング、だけ。他の国内メーカーも、アメリカンタイプのバイクは壊滅状態。なぜだと思う？やっぱりクルーザーといえばアメリカンといえばハーレーだから？だな。アメリカンに興味がない人でさえ、ハーレーって名前は通じることが多いからな。その知名度と市場の前に、ホンダのクルーザーが叶うことはなかった。しかし、新型レベルシリーズの販売が好調なのを背景に、再びラインナップを揃えて、アメリカン市場に挑戦する。しかも、変わり種デザインでなく、ハーレーのスポーツスターに似たデザインで、新しい技術や機能はなく、今までの経験と実績から作り出したバイクで、だ。以前のブームから見れば、鳴かず飛ばずのジャンルなのに、なんでそこまでアメリカンにこだわるのかな？クルーザーでアメリカンタイプといえば、大きな市場があるからな。アメリカンが流行ったきっかけって、何だったんですか？諸説あるが、ハーレー人気に火をつけたのはアメリカ映画のイージーライダーと言われている。アウトローな主人公が、ハーレーでアメリカを駆け回る映画で、その自由な振る舞いが、若年層に流行ったんだ。そして1980年代、ハーレーブームが広がり、国内メーカーもその流れに乗っかった。ジャメリカンと呼ばれる和製ハーレーも、若者世代に人気が出て、一大ブームとなったんだ。本家よりリーズナブルで、信頼性が高いことも理由の一つだな。しかし、ブームが終わり、和製アメリカンは定着したかといえば、ホンダのラインナップを見たらわかる。やっぱり、アメリカンの本物はハーレーで、それ以外はハーレー風の何かだったんだ。元祖の歴史とイメージにはかなわなかったんですね。下火となったアメリカンタイプだが、ホンダは2009年に VT1300 シリーズを発売する。ネオレトロなデザインで鮮やかな色使い、V ツインエンジンはフルメッキ。そして凄まじいキャスター角。アメリカンをホンダ独自の解釈で再定義したモデルだ。で、このバイクの評価は？色々とぶっ飛んでて、実用性に欠けてた。スリムな見た目に反して300キロの車重、1300cc なのに54馬力。全長が 2.5 メートルあり、取り回しが難しい、など。このアンバランス感満載な車種は、2016年で販売終了してる。確かに、実車を見かけたことはないですね。おしゃれは我慢との戦いですね。それでもホンダは諦めない。アメリカンのデザインから離れ、独自路線のモデルを2013年に販売し始める。CTX シリーズだ。こいつは、ハーレーのツーリングを進化させた感じで、カウリングを装備した車体は、これまでにない新しいデザインだ。伝統的なスタイルにこだわらず、全く新しい世界観を表現したクルーザーだったが、新しすぎたのか、2016年で販売終了。他には DN01 や NM4 など、意欲的なデザインのクルーザーを発売する。これらは普遍的なアメリカンのエッセンスはなく、未来感を押し出したデザインだな。もう、やりたい放題、優雅独尊ですね。そうかもな。正統派、ネオレトロ、未来的、色々なデザインのクルーザーを販売したが、最終的にホンダの国内ラインナップからアメリカンタイプのクルーザーは姿を消した。そうこうしている間に、本家はどんどん進化する。昔ながらのスタイルには、電子制御は似合わない、と思ってたが、今ではトラコンや ABS などのアシスト機能も満載で、電子制御で他メーカーに劣る部分もない。そうなんですね。それどころか、ハーレーらしさを強調するために電子制御を使ってる。どんな制御なの？ EITMS といって、エンジンが一定温度に達すると、アイドリング時のミリやシリンダーが休む機能だ。ハーレーの独特なあの音も、今や電子的に作れる時代になってる。技術的な差はほとんどないんですね。そうだな。和製アメリカンが定着しなかったのは、技術と見た目ではなく、そのモデルの歴史と文化の差、だったってことだな。そして、一旦はラインナップから姿を消したアメリカンだが、2017年、ホンダは再びチャレンジする。チャレンジして失敗を恐れるよりも、何もしないことを恐れろ。本田宗一郎の言葉ですね。この言葉を胸に、ホンダは再び反落を始めたんだ。レベルとともに。なんか語り始めましたね。調子に乗ってきた？歴史にこだわりが少ない1980から90年世代。年齢層に合わせたバイクが欲しい1970年世代。年代ではなく、生活環境に合わせてバイクを乗り換えたが、少し物足りなさを感じる人たち。今回のレベル1100の発表で、アメリカン好きの全世代にアピールできるラインナップを整えたんだ。レベルは見た目はアメリカンだけど、軽くて、カジュアルで、リーズナブル。
ホンダのクルーザーへの思いがたくさん詰まったバイクだ。あとは実車を見て、体感し、納得するだけだ。印鑑を押すだけだ。国内価格の100万切りは難しそうだけど、どうなるかな？レブルの国内発表は2020年12月18日だ。ホンダのアメリカンの行く末を、この目で確かめていくぜ。と、ホンダのクルーザー史をざっと語ったところで、今回のお話は、以上になります。お次はエンディングだぜ。アメリカンに乗るようになると、あれができるようになるよな。あれって何？二人乗りだ。タンデムだ。同伴だ。いや、オフ車でもできるけどな。確かに、アメリカンの方が、敷居が低くなりますね。それに誘いやすいですし。昔の青春漫画みたいに、夕焼けを背にタンデムで海岸線を走りたい。でもきっと、色々言い訳されて、誰も乗ってくれないんだろうな。寂しいな。千載一遇、空前絶後、万が一に備えて、タンデムの仕方を勉強しておくのもいいですね。でも結局、アメリカンに乗る動機はそれなんですね。それが答えだ。タンデムの方法はそれとなく知ってるが、経験値はゼロだからな。動機は何にしろ、新しいことを始めるのは良いことです。では、今回はこの辺で。それでは、See you!